まあ続いてはちょっとね、菅さん自身は今までそういうエピソードとかなんか外国に対してそういうエピソードはありますか？うん、昔勤めとった会社でこれは起きたことなんですけども、作業場でこう作業、店内ですけどね、はい。作業してた時に外国の方がいきなりね、私の後ろから商品をこう見せながら、これははい牛ですか、豚ですかって声をかけられた。で、私がちょっと驚いて振り向いた瞬間に、その外国の人ということで、ビビりまして、なぜですか？いや、外国の人が日本語喋れへんと思ったもんですから、あ、そういうことです。うん、で、何を言っとるのか初めわからなかったんですよ。豚ですか、牛ですか。もう完全に違う言葉と、日本語じゃねえなと思って、はい。慌てたことがあります。で、よーくよく聞くと、日本語なんですよ。豚ですか、牛ですか。やっぱり片言でしたか？うん、そんなこと。で、答えた返事の仕方が、牛です。なぜそういう優しい言葉で。優しいんじゃなくて、慌ててこれ日本語じゃないと思ってたもん。そういうやりとり見たかった、ポーク&ビーフって言ったらまだわかるじゃないですか。まあそうですね。牛ですか、牛ですか、豚ですかって言った時に、こっちも向こうと同じやる牛ですって言っちゃった。そういうことがあります。やっぱりそういうね、なんかそういう歌は食べられない。そうそう、多分そういう感じの人たち。ね。だって英語ではもう多分ないと思うんですよ、はなから。なるほどね。うん。でもたまたまその日本語で喋れた人が、ね、牛と豚が区別ができたみたいで。でも多分ね、あの方は多分飛行機乗ってるから、その飛行機の中でそのご飯出す前にそのキャビンアテンダーは聞かれるんですよね。でも僕ビそうでしょーフチキンどっちなんですよ、ね。そう、チキンなのか。多分それ分かってて、じゃあ同じ質問にあげたんじゃないかな。だから逆に俺から言わせてもらうと、英語で、僕ビーフって言ってまたの方が、素直に聞こえたと思うよ、多分。なるほどね。逆に日本語でそんな、豚ですか牛ですかって言われた瞬間に、ほとんどこういうの人かと思いながらさ、初め。面白いね。もう慌ててこっちも、向こうの言葉みたいに、牛ですって言っちゃっまあ他のがありますか？た。あと同じような感じだと、まあこれもう、だから昔の話だから30年ぐらい前の話になっちゃうんですけどね。同じく作業場でこう、作業しとって。それまたやっぱり後ろから外国の方が、バッテリーください。バッテリー。はい。バッテリーください。しか言わなかったんですよ。はい。バッテリー ?No, no, no, no. カーマホームセンター。もしくはカー用品屋さん。バッテリーここない。ホームセンター。指をさせながらよ。そしたら外国の人がきょとんとした顔しとって、はって感じなの。もうそこを押すしかないと思って、カーマホームセンター。カーマホームセンター、レッツゴー。ですか。なるほどね。って言ったら、その外国の人が腰の方じーっと見とって、のバッテリー、バッテリー、ジェスチャーしてくれたんですよ。なるほどね。このジェスチャーでピンと来て、あ、コンデンチだなと思うんですよ。こんなちっちゃいバッテリーあれへんやつ。私らの考え方でね、バッテリーじゃ車だからこれぐらいのバッテリーが小さくてもこれぐらいで、おバッテリーってこうやってやればまた分かるじゃないですか。バッテリーやっぱりそのバッテリーだけおっしゃると、やっぱり車のバッテリー。そうそうそう。完全なおもちゃで、なるほどね。カーマホームセンターいっぱい一生懸命さ教えた方がいいます。後でみんなに集まってもらって話したら大笑いされます。やっぱりそうだよね。うん同じ言葉でもやっぱりその
意味が変わってくる。そういうことだね。同じ英語でも、いや外国に行ったら多分通じると思うんですけどね。だから今最初にも言ったけど、やっぱりジェスチャー、バッテリー、もしくはハンバーガー。それちょっと先ほどちょっとお話ししてたんですよね。多分日本だけだと思うんですけど、ハンバーガーとハンバーグっていう区別はちょっと難しいのかなと。で、先ほどお話した通り、パン挟んでるか挟んでないだけの話なんです。日本のその難しい言葉、さっき言ってみてバッテリーとかなんかあるもんですから、逆に同じパンが挟んであってもハンバーグだったり、でパンが挟んでなくてハンバーグだったらもう日本としてはわけが分からなくなるものかと分けた。だから多分最初の、ね、多分日本人はそれ当たり前で分かってると思うんですけど、外国人は来たらハンバーガーとハンバーガーって多分どっちを言うのだろう。グの方を言うのかガーを言うのか。いや、そのアクセントはないと思うんですよ。どっち？グー。ハンバーグーなの。ハンバーガーっていう。ハンバーガーっていう。だからどういう風で聞こえるか知らないけど、アクセントはちょっと違ってくる。ハンバーガー、ハンバーグってそういうアクセントではない。ハンバーガー。ハンバーガー。ハンバーガー。その多 R 終わ分る。マクドナルドを勧められる。間違いね。そうか。ガーって言っちゃったらもうそこの時点でもうマック。レッツゴーマック。やっぱり難しいですよね。はい、もう最後になるんですけども、ちょっと個人的なんですが、菅原さんに聞きたいですよ。日本人から見ると、もうはっきり言って本へに行ってほしいなと思うんですけど、外国人なんですかね、どういうイメージなんですか。どういうイメージ？まあ簡単で言うと、例えば、まあ、自分の息子とか娘、日本人だけど外国人と結婚しますよって、どういうリアクションします？おお、なるほどね。結婚っていうのには別に問題ないと思う。でもその意思の疎通、その言葉違いができないじゃないですか。はい。だけどよくは言われるじゃないですか。ことは過ぎなくても心と心とつなげればいいじゃないの。でもそれは慣れてっちゃう話であって、初対面だったら多分それと話すけどね、やっぱり。結婚に関しては何も言わないよ。好きだ嫌いだとかね、自分たちで決めることだから、親としては別に問題ないんだけども、その親戚になるわけだね。まあそうですね。そうなった時にその言葉がその通じない場合、どう対応していいかわからないから多分こんなんですよ。でこれ最後の質問だけどちょっと言っておきたいんですけど、まあ私と津和さんが2、3年前からまでにお仕事してて、でお聞きしたいことは、私が会社に入った時にどういう気持ちっていうか、どういうイメージだったのかっていう聞きたいです。まあ、あと、まあね、7、8年ぐらいお仕事してて、その最初のイメージと最後別れた時にどういうふうに変わったのか、ちょっとお聞きしたいんですけど。最初のイメージはもう多分覚えとると思うけど、俺近くまで行って日本語喋れますかって次に聞いた。一番最初に聞いた。まあそう思います。ニュースピークジャパニーズ聞いた覚えはないけど、日本語喋れますかって聞いて、思わず大きな声で言った覚えがあって、そしたらわさきさんが大丈夫です、喋れますと日本語で返してくれた。それでもう完全にそれでやった。いや、その時にやっぱりその答えてやると安心っていう、そういうことを、もしそこでもし言葉があんまり水曜線でなんかわけのわからんことを言い出されたら多分今みたいになってないと思う。なるほどね。でも最初はやっぱりその、ね、壁があったんですよね。特に相手は日本人ではないから、一つ目はやっぱりその
相手は日本語喋れるかどうか、あともう一つどういう出荷文化の国から来てるとか、それも不安ありましたか？いや、俺言葉の問題だけだったね、あの時は。やっぱり。日本語喋れるか喋れないかで多分、かなり変わってると思う。別にその宗教がどうのこうのとかさ、その後の話になってくるいやよく耳に聞いてるんですけど、知らなくても、ただ外国人と言われたら、もうそれ、日本には壁作る。日本語を喋るかどうかってそれ別にしても、ただただ外国人だからといって壁作ってもお付き合いしたくないという人がいる。多分多いと思う。やっぱり壁を作る先に作っちゃって声もかけない。俺はたまたま声かけたけどさ。いや、その人たちに対して一言なんて言えばいいんですか？とりあえず一回声かけてからいいと思うんですよ。声かけた。かけるかかけないかで多分ね、その進行具合が変わってくる。仲良くなって、心を開くかどうか。自分がわからないんですけど、他の外国人の知り合いがいるかもしれないんですけど、僕とその付き合っても初めからぐらいなんですけども、どうか日本に行ってほしいの。例えばいいかもしれんけど、これが変えた方がいいねって、こういうことはあんまりよろしくないねって。なんでかというと、私に対してもそうですけど、他の外国人ね、外国人のためも言ってもらえばありがたいなと思います。別に今のところ何もなかったし、で逆に言うと、その最初に声かけてからずっといろいろ喋りながら、心の中も少し動かしてもらったけどさ、それで考えると、決すると日本人よりも日本人らしい外国人。それがすごい嬉しい、ありがたいんですけど、イメージがなったんですよ。いろいろ話しかけてくれるし、質問もしてくれるし、でこっちから言ったこともちゃんと返してくれるからね。それも一番大きかったんじゃないかね、やっぱり。でやっぱりその、ね、私は別に私やなくて、やっぱりその外国から聞いて、やっぱり日本人と、もちろん最初はある程度日本語を覚えて、日本人を交流、いろんな交流すれば、やっぱりお互い様で自分の国を教えてあげれるし、で日本のことも教えてくれるということが一番ベストではないかなと。やっぱりコミュニケーションそうですね。が一番大切だと思うんですよ。わかりました。じゃあ、それで今日はここまでなんですけど、一言、最後一言、塚さんどうぞ。今日のインタビューどうでしたか？最後。いいんじゃないですか。じゃあまた何かあったらまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。